こんにちは、マンガミです。今回の企画は、色角以上がポケモンを描くとどんな色になるのかの第2弾となります。第1弾がですね、めっちゃ好評で、ぜひまたこの企画をやってほしいですというご要望もたくさんいただいておりましたので、改めまして第2弾の収録に踏み切ったという運びになります。今回書くにあたって描いてほしいポケモンを事前にリクエストとして募集させていただいておりました。その中からね、3体だけ選ばせてもらっております。リクエストを送ってくださった皆様、ご協力いただけまして本当にありがとうございました。たくさんの方に見ていただけて、ご感想もね、たくさん送ってくださって、めっちゃ嬉しかったです。本当にありがとうございます。このままね、第3弾、第4弾っていう風に回を重ねていって、リクエストにね、どんどんお答えしていけたらと思いますので、ぜひね、引き続き見守っていただけますと嬉しいです。というわけで早速絵を描いていくんですけれども、この動画から見てくださってる方々もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にね、私の色角の特性を説明させていただきます。私髪、赤色を認識する力が弱いです。私たちの目には赤、青、緑の色を認識するための細胞がありまして、それらが正常に機能することによって色を認識することができるんですけど、私の場合、その赤の細胞の働きが弱いらしく、茶色とか紫なんかのね、赤の要素を含む色の認識がうまくいかないんですよね。なので、想定されている色とは違った色を認識してしまうことが日常生活の中でちょくちょくあります。詳しい内容についてはね、第1弾の動画の冒頭で解説させてもらっておりますので、ぜひね、そちらもチェックしてみてください。はい。というわけで、V ズルを描いてみました。夏ということでね、涼しげなイラストを描きたいなと思って、水ポケモンをね、選んだんですけど、その中でもね、V ズルはオレンジっぽい色ですかね。私が間違えやすそうな色をたくさん持っていたので、選ばせてもらったっていう感じですね。あと、普通に V ズルが可愛くて好きっていうのもあります。現状ね、特に違和感があるところはなくというかね、毎回そうなんですけど、公式の色とね、見比べてみたら何かしら違いが出るんじゃなかろうかというところで、早速ね、公式イラストの色を拾って塗り直していきたいと思います。というわけでね、公式の色で塗り直したものと比較しております。結構ね、うまくいってるんじゃないですかね。ほぼ色の違いはないように見えます。っていうのもね、第1回の時に何回も言ってたんですけど、結局ね、ちゃんと分析してみると全然違う色を選んでしまっていたっていうことはあったんですけど、現時点ではね、私の目にはほぼ違いがないように見える。うまくね、色を選べてるんじゃないかなっていうところですね。イラストもね、結構うまく描けた気がします。ポーズとかね、かなりこだわって描いたんですけど、お尻がね、見えるようにして描いたんですけど、なかなかね、可愛らしく描けたんじゃないでしょうか。というわけでね、他のポケモンも描いていこうと思います。ガオガエンを描いてみました。ガオガエンだいぶがっしりしてますよね。でもちゃんとなんか筋肉があるみたいな感じで、久々に筋肉描いたんですけど、すごいやっぱ楽しいですね。表情も大しくって、あんまりね、こういうタイプの絵を普段描かないんですけど、いかがですかね。うまく描けてるといいな。色的にはどうだろう。今のところあんまり違和感はないかなっていう印象ですね。で、赤がふんだんに使われているホノタイプのポケモンというところで、どれだけその赤の認識にギャップが出ているのかっていうのをね、ちょっと比べていきたいと思います。はい。というわけでね、公式の色で塗り直してみたものと比較しております。おおむねね、間違いはなかったんじゃないかなっていうイメージですね。私がね、黒で塗ってるところ、無彩色で塗っているところが、公式だとちょっと色が入っ
っている。赤っぽく、茶色っぽくなってるのかな。目の色がですね、公式のイラストを見ても、塗られている面積があまりにもちっちゃくて、私だとね、色が判断できないんですよ。もしね、ガオガインの目の色、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。はい。というわけで、書けました。ニンフィアのオスです。V ズ系のね、ポケモンの目の描き方、ピカチュウとかもね、そうなんですけど、難しくって、白目あるじゃないですか。これ白目じゃなくて多分光の反射だと思うんですけど、光の反射っぽく描写されてたりとか、黒目のような働きを見せていたりとかしてて、どっちにすればいいかわかんないみたいなことがあったりして難しいんですよね、塩梅が。今回ね、白抜きみたいな感じで配置してるんですけど、ちょっと難しいなと思いながら書いてましたね。途中で体型が完全にマイリトルポニーになったりなんかもして、いやーちょっと大変でしたね。こだわりはね、表情だったりとか、あとはこの毛のね、跳ね具合。ちょっとオスっぽい感じをね、かけたらと、ニーフィアね、メス派の方々、すみません。私はね、ちょっとメスっぽく見えるポケモンほどオスだと嬉しいなという。はい。で、こちらが比較したものになるんですけれども、ちょっとね、もう明らかに違いますね。全然、特にこのピンクのところなのかな。私これ、赤で塗ってるのかな。ピンクだと思ったんですけどね。だいぶ違いますね。こんなに違うか。さすがに、私でもわかる。というか、これ比べるまでもなく分かったはずなのに、めっちゃなんかざっくり塗っちゃってたな、色。いや、これは、ちょっと、良くない良くないですね。すいません。こんなに違ってても、なんとなくで進めちゃう、ざっくり色を捉えてる感じというのも含めて、その色弱の特性の範囲として捉えてもいいのかな。リボンから伸びている触手の色は、そんなに違いはないように見える。それこそ本当にサイドがめっちゃ高いなーっていうぐらいで。あと目はね、結構合ってる気はしますね。はい。というわけでですね、私が選んだ色と公式の色、それぞれを AI に比較してもらいまして、で、どれだけ色の差が出ているのかという表をね、作ってみました。この動画ね、パート2になりますので、詳しい見方については第1弾の方を見ていただきたいんですけれども、簡単にね、説明させてもらいますと、このデルタ E2000 というところ、この項目の数値が大きければ大きいほど色の差が大きいですよっていうことを表しております。というわけでね、早速 V ゼルから見ていくんですけれども、やっぱり V ゼルはめちゃめちゃ大きな差はないのかなっていうようなイメージですね。このね、デルタ E2000 の評価としても、小中程度の差ぐらいしかない。例えばこのデルタ E2000 の中で一番数値が大きい項目、2番のこちら比較してみると、一番大きな差で言うとこの色相間の角度の違いですかね。っていうのとあとサイドが違いますよね。見本だとサイド 97% で結構高めなんですけど、私はちょっと低めのサイドを選択してしまっている。この青色とかはもう結構ちゃんと色を選べてる感じですね。2.6 ポイントしか差がないので。改めましてその私が苦手な色というのが赤色なんですね。このね、上から3つの項目に関しては赤の要素がね、大きく絡んでいるものになりますので、その分ね、差が出てしまっているのかなっていうイメージになります。で、純粋な青の認識に関してはそこまでね、苦手じゃないので、これぐらいちっちゃな差に抑えられてるのかなっていうようなイメージですね。はい、次にガオガインを見ていこうと思います。こちらもね、だいぶポイントがちっちゃく済んでますね。ちょっとね、ごめんなさい。これイラストの番号割り振り見づらくて申し訳ないんですけど、例のごとくね、一番ポイントが大きな数字を見ていこうと思います。この3番、胴体の毛の色ですね。私が選んだ色に関しては無彩色でね、塗らせてもらってるんですけれども、見本の色に関しては若干サイドが入って
ってるっぽかったですね。明度の差も若干出てますね。ただもうほぼわからないぐらいの差なんじゃないかな、これは。逆に一番小さな差になっているのは4番ですね。この肉球の色か。肉球ね、オレンジっぽい色かなと思って塗らせてもらったんですけど、結構合ってたみたいですね。ただね、これ周りめっちゃ赤に囲まれてるじゃないですか。なんかね、その周りのサイドの影響なのか、めちゃめちゃ緑色に見れるんですよ、これ。この色を選ぶときでめちゃめちゃ色相感見て、多分オレンジだったらこの位置だろうみたいな、ほぼ勘で選んで塗ったものになるので、私の目には結構これ緑に見えてますね。めちゃめちゃ緑っぽい。最後に問題のニンフィアさんですね。これはだいぶやってますね。なんかね、塗っちゃったんですよね。違和感ないと思って。またね、差が大きいところから見ていくんですけれども、この4番の色、20.1 ポイントになってる色は、目か。目の色目の色全然違う？もしかして目の色。目の色一番綺麗に合わせられてると思ってたんですけど、マジか。全然違うんですかこれ。何が違うんだろう。R、マイナス58。赤の要素をマイナス58しないと見本色にならないということは、これ私紫で塗ってるのか。で、見本色はこれ青なのかな？そっか。これね、まさにね、私が赤が苦手っていう性質が如実に現れているところでですね。逆に一番色の差が少ないのはこのメインのカラーの部分なんですね。一見するとがっつり色が違っているように見えるこのピンク、それよりもめちゃめちゃ色の差が出てしまっているポイントが他にあったっていうところがちょっとね、驚きではありますね。オスニンフィアを意識しすぎて色もちょっとオスっぽくなってしまったのかもしれない。というわけで3体のポケモンを描いて色を比較分析していきましたが、いかがでしたでしょうか？第1弾の時と同じく、やはりその赤系統の色に振り回されがちな印象がありますね。サイドと明度が高い色に関しては比較的正しく認識できるんですけど、他の色の要素が混じってくると途端にね、難易度が跳ね上がるっていう色弱の特性通りの結果を今回も得ることができたんじゃないかなというふうに思います。ニンフィアの色については、ちょっと個人的にね、かなり大事件だったんですけど、一番ね、色の差があると思っていたピンクの色が、選んだ色の中では一番ね、差が少ないっていうのもとてもね、印象的でしたね。ポケモンのね、リクエストは引き続き募集しておりますので、興味のある方はぜひね、コメントなどで記載していただけますと嬉しいです。というわけで本日も最後まで見てくださいましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。